孫韻莎選手から学ぶバックハンドの極意。大変お待たせいたしました。極意シリーズ6本目、孫韻莎選手から学ぶバックハンドの極意です。動画の内容は1、スイングの基本、2、型やフリーハンド、3、ストレート、4、タイミング、5、ブロック、6、下回転に対するドライブ、7、下半身、8、その他の選手との比較でお送りします。この動画はあくまでも私の意見であり、必ずしもこれが正解というわけではございません。孫選手とその他の選手との違いは何なのか、しっかりと研究してみてください。では本編スタートです。スイングの基本。まずは上回転のバックハンドを紹介します。バックハンドというと、体の正面で後ろから前にスイングしている人がいますが、孫選手のスイングはいかがでしょうか。私には後ろから前に振っているようには見えず、楕円、時計回りを描いているように見えます。皆さんのフォアをイメージしてください。後ろから前だけだと押し打ちになるから、後ろから前の動きに加えて、右利きならば右から左への力を加えるはずです。ならばバックハンドも後ろから前だけでなく、左から右への力を加えるべきだと思います。バックの場合はフォアに比べて体の回転を加えないため、スイングで楕円を描く動きをして、左から右への力を加えた方がいいでしょう。ただし楕円を描くことで球を横に引っ張る力で打ってしまうような人がいます。インパクト自体は前に力が加わるイメージにしないと球が前に走らないので注意してください。またラケットで円を描こうとするよりも、肩、肩甲骨から楕円を描くようにして、自然に肘やラケットが動く感じが望ましいです。肩から回す意識を持つと肩の力も抜けやすくなります。とにかく体の前で後ろから前に振る押すようにしている人は良い球が打てないので、この打ち方をまずは覚えてください。次にこの多球練習では送球者の球が一定ではないですね。高めの球が来たとしても、孫選手はしっかりと待って打っている、つまり無駄に前後に動いていないです。しかし初球者に多いのが無駄に足を前後に動かす人です。浅い球で飛んでこない場合や、戦術として意図的に前に出て打つこともありますが、基本的には無駄に前後に動かないことが望ましいです。次に両選手の肩に注目してください。バックでクロスに打つ時には2人とも右肩よりも左肩の方が前に出ているのがわかるでしょうか。この肩の位置が逆になる初球者が非常に多いです。強打を打つ時には少し逆になる場合もありますが、基本のバックハンドでは左肩を前にして打った方が切り返しが鈍くなりにくいです。そのためには両肩やおへそを打ちたい方向に向けるイメージや、フリーハンドを前に出しておくことをおすすめします。フリーハンドがだらっと下に降りていたり、後ろにある人は肩が割れやすいです。では左利きの選手とのバック対バックはどうなるでしょうか。フリーハンドを前に出し、肩が割れないようにはしているものの、先ほどよりは肩の位置は同じくらいになり、おへその向きはストレート、打ちたい方向に向いていますね。左利きの選手もご覧ください。ストレートに打っている分、左に振る量は少ないですが、バックスイング時はお腹のところにあるラケットが打球後には左肩ら辺に来るので、やはり少しの楕円運動は使ってスイングしていますね。ここではバックスイングを引くタイミングを見てください。基本的には相手のラケットに当たってからバックスイングを取り始めていますね。それよりも早くバックスイングを取ってしまうと逆を突かれる可能性があります。また打っ
った位置からバックスイングがなく、どんどん体からラケットが遠くなってしまう初級者が多いですが、ブロック以外はいつも体の近くに力をためて前に球を飛ばす意識を持ちましょう。そのためには体が反るよりは前傾姿勢を作ること、そして少しフリーハンドを前に出してお腹の前に空間を作ることが大事です。さらに孫選手のバックスイング時のラケット面と体とラケットの距離感を覚えておいてください。孫選手はどちらかといえば球の後ろ側を捉える面を出し、そして体に近い位置からラケットが出てきますね。後ほど紹介する他のトップ選手とは大きくこの点が異なります。ではブロックはどうでしょうか。ここでは練習相手としてボール回しをしている孫選手のバックをご覧ください。先ほどまでのバックのバックスイングよりは小さくなっていると思います。またブロックというと完全に当てるだけになっている人や上から下へ押さえつけてしまう人がいますが、孫選手のように少し前と上にラケットを連れていくと少しドライブ回転がかかり安定するでしょう。他には力が入りすぎて相手のドライブと衝突するようなブロックをしてしまう人がいますが、それではミスが増えるので球を一旦吸収して球が飛んでいってから球の後を追いかけるようにラケットを連れていくイメージにしましょう。さらに孫選手は普段のブロックよりもラケットを少し下側から出して伸ばすブロックも取り入れています。バックのカウンターではリスクが高すぎるけどブロックよりは攻撃的になる、この伸ばすブロックをぜひ参考にしてみてください。20秒 CM です。卓球の教科書ではオンラインレッスンを行っております。レッスンはワンポイント、ライブ、試合分析の3種類。オンラインレッスンの詳細は右上のバーを押してもらうか概要欄の公式 LINE よりお問い合わせください。ここからは下回転に対するバックドライブを紹介します。下回転に対しては球の内側をこするイメージを持つことが大事です。この内側をこするイメージは最近よく耳にすると思います。ただ初級者で内側をこすれている人は少ないのが実情です。球の外側をこする人はラケットヘッドが下がる傾向にあります。しかし孫選手のように内側をこすろうとするとラケットヘッドは少し上げ気味で左前を向いていますね。さらにバックスイングが完了するまでは肩肘を張っていない点にも注目しましょう。打ち始める時に肘が相手の方向を向き始め、ここでラケットヘッドが下がり、その後ラケットが遅れて出てくるイメージでしなりを使ったスイングをしてみましょう。先ほどのように球の内側をこすろうとしたバックスイングを取っていることがこの動画からもわかると思います。またスイング自体も後ろから前ではなく楕円を描くように横に振る力も大げさすぎだけど加わっているのがわかると思います。前に振ってインパクトを強くしてしまうとオーバーしやすくなりますが、この打ち方ならばインパクトを強くしても台に収まりやすいので思い切ってラケットを振り抜くことができます。また球の内側を取ることで返球がフォア側に来やすくなることもメリットの一つです。ここでは下半身に注目してほしいです。基本的に球が自分のおへそよりも左側に来た時には左股関節へ力をため、そして膝をひらがなの字のように回しているのがわかるでしょうか。一旦外に出てから内側に来るような外回りをしている感じです。膝が一気に左側から右側に移動する人がいますが、そうすると上半身の楕円運動との連動性が悪くなりやすいと私は考えています。ちなみにおへそよりも少し右側に来た時には右股関節へ力をため右膝を回すイメージです。試合中でもこの映像からも分かるように孫選手はこれまでに紹介したドライブの打ち方をしていますね。
ではここからは他の選手と比較してみましょう。ワン選手もフリーハンドを前に出して肩を割らずに楕円を描いていますね。張本選手も下回転に対するバックドライブは内側をこすろうとしているため、バックスイング時にはラケットヘッドが立っている感じですよね。ただし上回転になると孫選手よりは外側をこすろうとしているように感じます。平野選手はラケットヘッドが下がっているため完全に外側を取ろうとしていますね。手首が折れているのでしっかりと手首の力を使って回転をかけようとしているように感じます。ただバックスイング時のラケットと体との距離感は孫選手と同様に近い位置までバックスイングを取っているように見えます。下回転に対しても外側を取ろうとしている点は孫選手とは大きく異なりますね。外側を取っても入れることは可能ですが、外側をこすって下回転を強くドライブするには少し打点を落とす必要があることと、巻き込みのような逆回転サーブのレシーブが少しやりづらくなるデメリットがあります。続いて横井選手です。横井選手は小学生の頃から本当に良い両ハンドドライブをしています。彼女は孫選手と比べるとバックスイングの量が少ない、つまり体から離れているのがわかると思います。ピッチの速い卓球をするならこのくらいのバックスイングでもいいでしょう。パワーよりもピッチの速い卓球を求める人はこの場合手首だけの力になってしまうと威力が低下するので、前腕のちょうど真ん中くらいを支点として楕円を描く感じがいいでしょう。クロスとストレートの打ち分けの時に綺麗に体の向きを変えている点も良いですね。個人的にはフリーハンドの位置が少し気になりますね。孫選手から学ぶバックハンドの極意はいかがでしたでしょうか。冒頭でもお伝えしましたが、あくまでも私の見方ですので人によっては違う見え方をするかもしれません。また本人がどういう意識をしているのかもしれません。ただせっかくこの動画を見ていただいたので、肩やフリーハンドの位置、体の向き、楕円を描くスイング、下回転には内側を捉える意識、ブロックのタッチなど一度ご自身がどうなっているのか確認し試していただけると幸いです。試した上で自分の筋力やプレースタイルなどを考えて自分に合ったバックハンドを極めていってください。皆様の上達の一助となれば幸いです。本日はご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタンを押していただけると次の動画の作成の励みになります。見てみたい動画があればコメント欄からご要望ください。この動画が良かったと思う方は高評価とチャンネル登録をお願いします。オンラインレッスンは公式 LINE より受け付けております。それではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。